Apple も新しい AI をリリースします。AI に関するニュースも話題も日々増えています。今日は AI 用語を暗記する動画ではありません。ニュースや SNS に出てくる言葉を自分で読めるようにする動画です。皆さんこんにちは。ためになる Apple の話のタカです。よろしくお願いします。今日は AI 界隈でよく聞く言葉を少し整理して話したいと思います。具体的にはこのあたりです。まず大規模言語モデルです。次にトークンとベクトル。その次にパラメータとビリオンです。それから推論モデル、マルチモーダル、AI エージェント、最後にコンテキストと記憶です。言葉としては知っていても、実際どういうことなのかはつかみにくいと思います。なので今日は専門家向けではなく AI の情報を今より読みやすくするために仕組みと用語を順番につなげていきたいと思います。ここで少しだけ僕自身の話をさせてください。僕は Windows 95が出る少し前からパソコンを触ってきました。今のモダンなパソコンの基本形ができていく流れを割と最初の方から見てきたんです。そのおかげで今のコンピューターを広く深く理解できた感覚があります。今の AI もそれに少し似てると思っています。まだ完成した難しい世界というより流れを終える段階にあります。今ここで AI の基礎と経緯を押さえておくと将来かなり大きなアドバンテージになると思います。だからこの動画を見た方には後から見ておいてよかったと思ってもらいたいです。最初に一つだけお願いがあります。AI が賢いとか AI が考えているとか AI が間違うとか感情があるとかそういう人間っぽい表現を一旦横に置いて聞いてください。この後僕も賢いという言葉を使うと思います。ただそれは人間が賢いという意味とは少し違うものとして聞いてください。AI を人間のコピーとして見ると期待も不安も本質からずれてしまいます。今日の話は AI を神秘的に見るためではなく AI を仕組みとして見るための話です。ここを先に置いておくと後の用語がかなり理解しやすくなります。ここで扱う AI は昔からある AI 全般ではありません。最近話題になっている大規模言語モデルの話です。英語では略して LLM と呼ばれます。何の略かは考えてみてください。この大規模言語モデルはざっくり言えばチャット GPT を代表とする AI だと思ってください。一番原理的に見ると大規模言語モデルは入力された言葉をもとに次に続きそうな言葉を出す仕組みです。ここが最初の鍵です。AI はまず次に続きそうなものを出しています。知性や感情を持っているから答えているというより数学的な確率で続きそうなものを選んでいます。例えば僕が昔々と言ったとします。すると多くの人はあるところにと続けたくなると思います。これは昔話の冒頭として昔々あるところにという流れを知っているからです。昔々と言われて次に何を思い浮かべますかと聞かれた時に頭の中では昔話の雰囲気が思い浮かんで次に続く言葉を予想します。かなり単純化して言うと AI もまずはこの続きを予測する仕組みです。では AI はその連想の材料をどこで持つのか。人間なら子供の頃に聞いた話や今まで読んだ文章が材料になります。AI の場合は学習によってそれを作ります。まず AI には大量の文章が材料としてあります。ただその文章を丸暗記して返しているわけではありません。言葉同士の関係や文脈ごとの出やすさを見てその関係を AI が扱える数字の形にしていると考えると分かりやすいです。ここで出てくるのがベクトルという考え方です。難しく聞こえますが言葉の向きや位置を数字に変換したもんだと思ってください。例えばリンゴという言葉があります。リンゴからは赤いとか丸いとか果物とか日本語の言葉だとかいろんな関係が見えてきます。次にアップルという言葉があります。アップルは果物の意味もありますし英語の言葉でもあります。文脈によってはアメリカの IT 企業の名前にもなります。リンゴとアップルは言葉としては日本語と英語でかなり違います。でも果物として見るとかなり近い場所にあります。色や形を見ても赤さや丸さの方向でも近いと言えます。ただアップルが会社名として出てくると文脈は大きく変わります。この観点ごとの近さや違いを数字の向きとして持つイメージです。人間がその数字を見ても意味はわかりません。でも AI にとっては決められたルールで並んだ関係性です。だから昔々と入力された時に昔話の冒頭に近い場所を見てあるところにが出やすいという方向で進めるわけです。そしてこの話がトークンにつながります。トークンは厳密には単語1個ではありません。ここでは AI が扱う言葉のかけらだと思ってください。皆さんがチャット GPT などに文章を入れるとその文章はそのまま理解されるのではなくトー
ークナイザーという言葉のカッターで AI が扱いやすいトークンというかけらに分けられます。このトークンが数字の関係性を持って処理されていきます。大きく見ると流れはこうです。まずは文章がトークンに分かれます。次にそのトークンが数字の関係を持ちます。それがパラメータの中で処理されて、次に続きそうなトークンが出ます。最後に僕らには言葉として返ってきます。ここまでの話には賢さも感情も出てきていません。ただ分類されたデータを確率で並べているだけです。でも実際に AI と話すと賢さや感情があるように感じると思います。それは AI の中に人間と同じ内面があるからではなく、僕らが作ってきた言葉の関係性に知性や感情の痕跡が入っているからだと思います。人間が書いた文章には怒りも喜びも優しさも説明もあります。その関係性をうまく再現すると、僕らはそこに知性や感情を感じます。つまり AI が人間のように感じるのは、人間の言葉の痕跡をかなり上手に出しているからです。ここからは何ビリオンの AI という話につながります。AI のニュースでは何十ビリオンとか何百ビリオンという言い方を聞くと思います。これは多くの場合、パラメータの規模を指しています。パラメータというのは AI の中にある大量のつまみのようなものです。トークンが入ると、そのトークンの持つ数値に応じて特定の場所のつまみが動きます。次のトークンが入ると、さっき動いたつまみの状態から入れられたトークンに応じた場所のつまみがさらに積み重なるように動いていきます。後の方で話しますが、一度に読み込めるトークンの量は決まっていて、最後まで読み込んで生まれたつまみの状態から次に予測されるトークンを次々と出力するという仕組みで動いています。ビリオンは10億です。英語圏の数字ではミリオンが100万です。ミリオンダラーというと100万ドルという意味になります。その上のビリオンが10億という単位です。だから1ビリオンのモデルというと、イメージとしては10億個規模のつまみを持つ AI です。もちろん本当はただのつまみではありませんが、感覚としてはかなり近いと思います。つまみが多いほど意味の違いを細かく扱いやすくなります。白を1色しか知らない人と白を200色見分ける人では、同じ白でも見えてる世界が違います。さらに白を2万色見分けられる人がいたら、もっと細かい差が見えているはずです。AI のパラメータの数もざっくり言えばそういう細かさに関係します。ただし多ければ何でも万能というより、細かい違いを扱う力が正しい答えに近づくという意味合いで、意味のない情報を詰め込んでもダメですが、詳細な背景情報があればあるほど考慮されるとも言えます。ここまでの話の通り、パラメータを増やすことは AI の性能を上げる一番わかりやすい王道です。たくさんつまみを持てば細かい違いを扱いやすくなるからです。ただし、大きくするだけだと計算も保存もどんどん重くなります。必要な力は増える一方で無駄も大きくなりやすいんです。そこでパラメータを増やす以外の方法も考え出されました。一つ目は上流です。すでにあるパラメータの多い AI が持っている関係性を別の AI に受け継ぐように学ばせる方法です。二つ目は圧縮です。細かすぎるベクトルの情報をできるだけ形を変えずに間引いてモデルを小さくするイメージです。三つ目がこの後話す推論の工夫です。モデルの大きさだけではなく、その答えの出し方そのものを工夫します。それが推論モデルです。これは難しい言葉に聞こえますが、考え方はかなりシンプルです。例えば頭の体操で4人の中で誰が嘘を言ってるでしょうみたいな問題がありますよね。面倒な時はなんとなくこれかなと直感で答えたくなります。でもちゃんと解く人は、まず A さんと B さんの証言を見て、次に C さんの発言と比べて、最後に D さんの話と合わせます。いきなり答えるのではなく、途中を一段ずつ整理します。算数も同じです。暗算では難しい計算も筆算すれば答えに近づけます。推論モデルはこの筆算に近いものだと思うと分かりやすいです。まずはすぐに答えを出しません。途中を整理して道筋を確認します。そうすることで話の飛躍を減らします。AI が急に人間のように考え始めたというより、答えに行く前の手順を増やしたと見ると分かりやすいです。そしてここまで来ると AI の嘘や間違いの見方も少し変わります。AI が嘘をついたように見えることがありますが、人間の嘘と同じように見ると理解を誤ります。確率的にしか答えを出せないので、的外れでももっともらしく進んでしまうことがあります。これが AI の間違い、ハルシネーションの正体です。もちろん実際の原因は検索や記憶や情報不足なども絡みます。ただ大きく見ると AI が内心で悪意を持って嘘をついたというより、その文脈から続きそうなものを間違った方向で選んでしまったと見る方が仕組みの本質としては理解しやすいと思います。次はマルチモーダルです。ここまでの話はほとんど言葉の話でした。でも今の AI は言葉だけを扱うものではなくなっています。マルチモーダルでは今まで文字だけを取り扱ってきた AI ですが、そこに画像が入り、音声も入ります。
。さらに動画も含めて文字と一緒に扱う方向が広がった方法です。リンゴという言葉の関係だけではなく、リンゴの見た目や食べた時の音の情報も AI が扱える形に近づけていくイメージです。だから画像を見て説明したり、音声を聞いて要約したり、言葉以外の形で出力したりできるようになります。ここまで来るとだいぶ現代の AI に近づいてきます。言葉だけの連想ではなく、画像や音も含めて人間が扱ってきた世界をどう扱うのが自然か、整理する範囲を広げたということです。そして同じ頃から AI は言葉以外の道具も使い始めます。最近よく聞く AI エージェントもこの流れの先にあります。僕の感覚ではエージェントっぽい動きとして最初に分かりやすかったのは Web を検索する AI でした。学習した中にない最新情報をその場で Web から取りに行く動きです。これは大規模言語モデルが学習済みの情報だけでそのまま返しているわけではありません。その時に Web を検索して見つかったページを読んで、そこに書かれている内容を要約して返す動きです。この時点でも少し推論モデルに近い動きがあります。何を調べるかを考えて検索して読んだ情報を整理して返事に組み込むからです。最新情報に弱いと言われていた時期のかなり大きな解決策だったと思います。そして最近は Web を見るだけではなく、マウスを動かす、ファイルを作る、ブラウザを操作する、そういう手足が増えてきました。AI エージェントはまず Web 検索のような外の情報を使います。次に画面の情報を見ます。そこからマウスやボタンを使い、ファイルやブラウザも操作します。そして次の手順は何かを一歩ずつ決めていきます。例えば OK を押すと進みそうで、キャンセルを押すと閉じそうだ。こういう状況を言葉にしながら行動するイメージです。これは一歩ずつ言葉にしながら作業をしてくださいと言われた人間に近いです。その性能が上がっているから、今は AI にプログラムを書かせたり、パソコンの中の作業を一緒に進めてもらう使い方が広がっています。ただここでも AI が急に意思を持ったわけではありません。見えるものが増えて、使える道具が増えて、途中を整理しながら行動できるようになったと見る方が AI の本質を理解していると言えます。もう一つ大事なのがコンテキストです。AI に入力されるものは今チャット欄に書いた文章だけとは限りません。サービスや設定によって違いますが、まず今の質問があります。そこに直前までの会話や要約された履歴が入ることがあります。さらに保存されたメモリーや画面やファイルの情報が一緒に渡されることもあります。だから本当は毎回初めましてに近いのに、前の流れを知っているように感じることがあります。そして会話が長くなると、コンテキスト圧縮が起きることがあります。長くなった本文テキストから無駄をカットして、大事な情報を残そうとする仕組みです。長く話していると AI がだんだんずれてくることがあります。これは AI が急に機嫌を悪くしたというより、渡されている文脈が増えたり偏ったりして欲しい答えに向かいにくくなっているということになります。圧縮が入ると長い流れは扱いやすくなります。ただ細かいニュアンスや捉え方が少し変わってくる場合があります。この感覚を持つと AI の使い方が変わります。うまくいかないときは新しいチャットにする、前提を短く書き直す、目的をはっきり言い直す、そういう対処が効果的です。AI を人間の記憶のように見るより、入力して何が渡っているかを見る。この方が実用的です。そしてこの見方があると AI を人間のコピーのように扱う感覚が減ります。ここまで聞くと、なんだ AI は確率で言葉を出しているだけなのか。じゃあどこまで行ってもただの計算だ。そう感じる方もいると思います。半分はその通りです。でも半分は少し違います。僕たちの生活はかなり言葉でできています。仕事も連絡も説明も相談も多くの部分が言葉で動いています。だから確率で選ばれた言葉でもかなり役立つ場面があります。文章を整理する、メールの下書きを作る、調べたことを要約する、コードを書く。こういうことは言葉の関係性をうまく扱えるだけでも十分生活や仕事の助けになります。だからといって AI を怖がりすぎる必要もありません。逆に神格化する必要もありません。仕組みとして見て便利な道具として向き合えばいいと思います。では人間は何が違うのか。これは僕の個人的な意見ですが、人間には確率だけでは届きにくいものがあります。破天荒さや愛情や価値判断のようなもんです。過去の情報を分析しただけではなかなか出てこない行動があります。でもそこに価値があることがあります。子供が危ない場所から落ちそうな時に体が先に動くような感覚も言葉だけでは説明しきれない部分があると思います。今日の入り口は AI 用語の解説でした。でも出口ではAI の見方と人間の見方が少し変わる。そういう動画になっていたら嬉しいです。今日の話の中で一番イメージと違っていた説明はどこでしたか？トークンなのか、パラメーターなのか、それとも推論モデルやエージェント AI だったでしょうか？また AI が言葉で考えるなら、言葉にならない人間らしさって何だと思いますか？よかったらコメントで教えていただければと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。